皆さんこんにちは、ガジログです。今回は Redmi Watch 3 Active のおすすめ設定ということでいくつかご紹介したいと思います。発売開始されましてからかれこれもう2ヶ月ほどね経とうとしていますけども、まだまだね標準設定のまま使ってるっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ということでこの Redmi Watch 3 Active をより快適に使うための個人的におすすめしたいいくつかのポイントをご紹介したいと思います。というわけでまず最初にこの Watch 本体の中の設定を触っていきたいと思います。その後に後半に Mi Fitness のアプリを使った設定をご紹介いたします。というわけで本日も行ってみましょう。ではまず Watch 本体のおすすめ設定の中のこちらの項目になります。このホーム画面に対しまして下から上にスワイプしますとこのようなコントロールパネルが出てきます。ここの部分になりますけども、これ画面点灯になりまして、このように今レビューでずっと表示している時に5分間もしくは15分20分というね最長まで伸ばすことができますが、ずっと画面がね点灯しておいてくれる機能となっています。最長で20分まで伸ばすことができまして、その場合はですね、ここのボルトのマークありますがディスプレイ、そしてこの画面オン時間というのがありまして、ここで先ほど5分になっていたものを最長で20分までこのように調整することができます。もちろんバッテリー消費とのトレードオフになりますが、これで今から20分間ずっと画面がね点灯しておいてくれます。ですので操作そのものがね非常にしやすくなりますので、これはあらかじめやっておくといいんじゃないかなと思います。サイドボタンを押していただきまして、この設定がありますね。このディスプレイの中を見ていただきたいと思いますが、もうご存知のように明るさの設定はもうね、このように操作すると暗くしたり明るくしたりっていうことができるのはご存知だと思いますが、ここの部分ね見ていただきたいと思います。持ち上げてスリープ解除っていうのがあるんですけども、これ何なのってことなんですけども、いわゆるこの動きになります。今腕上げ点灯でこのように画面が点灯する、この動きが持ち上げてスリープ解除になりますが、先ほどの朝の6時から22時までこの動きを許可しますよということになります。ということでですね、調整をしたい場合は中開いていただきまして、いわゆる24時間この動き許可しますよということであれば終日、調整する場合はタップしていただきますと朝の6時スタート、例えば7時からでいいよということであればこのようにして、そして終了が何時までっていう感じになりますね。今度は夜の9時まで。こんな風にして持ち上げてスリープ解除を調整することができますので、寝ている間はこの動きで画面点灯しなくていいと、バッテリーの消費にもね影響しますので、自分の使い方によって調整していただければと思います。この流れでご紹介しますのは、同じくディスプレイの項目の中のさらに下に覆ってスリープっていうのがあります。これ何なのっていうことなんですけども、この動きですね。今手で覆いましたら画面が消えましたね。この挙動を許可するかどうかになります。もう一度点灯しまして、はい、手で覆いますとこのように画面が消えてくれますね。ですのですぐに消えてほしい場合にこの操作っていうのは非常に役に立ちます。続けてですね、この2回タップでスリープっていうのもありまして、これも何なのかってことなんですが、2回タップすると画面が点灯するということを許可するかどうかになります。もう一度やってみたいと思いますが、1回タップで画面がつくか。1回ではつかないんですね。2回タップしますと画面が点灯するということで、不用意に画面を触ってしまった時に無駄なね、電力使わないようにすることもできます。次にご紹介しますのは、同じく設定の中のこの下の方にですね、レイアウトっていうのがあります。リストとグリッドっていうのが出ていまして、私はリストにしてありますが、これ何なのかって言いますと、サイドボタンを押した時に設定、ワークアウト、タイマー、アクティビティとありますけど、これがリスト表示と言われているものになりまして、アイコンと合わせてテキストで機能が何なのかを説明してくれています。じゃあこれをですね、グリッドの方に変えてみたいと思いますが、どうなるか。こんな風にね、変わってしまいまして、だいたいこのアイコンのデザインで意味っていうのはわかると思います。例えばこれ天気マークですよね。そしてタイマーとかワークアウト、設定というふうにわかりますが、ちょっとね、いまいちわからないものも出てきてしまいますので、これでやっぱりグリッド表示わかりにくいなってことであれば、このレイアウトのところでリスト表示に変えていただければ、アイコンとともに機能の説明が表示されますので、変更しておくといいんじゃないかなと思います。そしてこのホーム画面に対しまして、下から上にスワイプしますと、このようなコントロールパネルが出てきます。この使い方ももうすでにご存知の方も多いと思いますが、この中にですね、実はこの水滴のマークがありまして、これご存知でしょうか？これを押しますと、
このように排水と言いましてね、このモデルは防水機能ついているんですが、ここの隙間や、もしくはこのマイク穴ですね、この辺りから水滴が入った時に、この音で水滴をなるべく排出するような機能になっています。ご存知のように Apple Watch で最初からついている機能になるんですけども、このね、格安モデルにもついているというのは結構すごいですね。というわけでね、ウォッチ本体を使ったおすすめ設定をまずご紹介しました。ではこの後にスマートフォン上にあります Mi Fitness のアプリを使ったおすすめ設定をご紹介したいと思います。今度は Mi Fitness を使ったおすすめ設定をご紹介いたします。まず開いていただきますと、この画面の下の方ですね、このウィジェットというのがありますので、ここからご説明したいと思います。まず開きますと、今ね、2つの項目がこの画面が出ていますが、このホーム画面の右側にあるものをもう1枚ね、右側にあるこのページがウィジェットと言います。これはやっぱりね、ホームのすぐ左右に割り振られていますので、ここを調整すると好きな機能に一気に飛ぶことができます。例えばホーム画面に対して私はこの右側に睡眠と屋内サイクリングとタイマーを割り振ってあります。例えばですね、屋内サイクリングをタップしますとすぐにね、屋内サイクリングのスポーツモードに飛ぶことができます。瞬時に使い始めることができるのがめちゃめちゃ便利ですね。そしてタイマーもよく使うことがありますのでね、このように例えば1分というふうにすぐ使っています。そしてホームに対しまして左側の画面もしくはホームに対してこの右側のもう1枚のこっち側ですね、いわゆるここの部分になりますけど、こんな画面にしてありまして、これもよく使う屋外ウォーキングを割り振ってあったり、天気ですね、そしてここにステップ数とありますけどね、今ちょっと歩数が出ていませんが、すぐ確認できるように割り振ってあります。で、これをですね、このアプリを使って何を表示するかということでカスタマイズすることができます。ではですね、ちょっとわかりやすいように、この1枚目の睡眠のところを別のものにカスタマイズしてみたいと思います。その場合ですね、このウィジェットっていうところのこの部分になります。ここをタップします。そうしますと今ね、赤枠で睡眠のところが囲われていますが、これをですね、心拍数のいわゆるグラフ的なものに変更してみたいと思います。このプラスのマークを押します。はい。そうしますとね、今入れ替わりましたね。ここがまだ反映されていませんので、ここのレ点で保存しますとすぐに反映されましたね。これで心拍数のところにすぐ飛ぶことができますし、ある程度の時間軸の中でどんな変化があったのかをすぐグラフで確認することができるようになりました。で、次にですね、例えばこの機能だけじゃ足りないということであれば、この追加をしていただいて、このレイアウトっていうのがあるんですけども、例えば一番左上を押すと、この小さい黒枠、例えばここをじゃあ統計でいいよっていうことであれば、ここね、タップで割り振ること。そしてここの部分は歩数を割り振ると。プラスマークですね。そしてここのね、右下のところは、じゃあスタンディングのグリーンですね。そして左下のこの部分は、血中酸素のこの赤い部分ですね。割り振りたいと思います。これただね、デザイン的に色が違うだけになりますので、綺麗なね、カラフルにしておくのもいいんじゃないかなと思います。では3枚目のページのウィジェット今作りましたので、ここにね、反映させてみたいと思います。はい、これ1枚目ですね。2枚目。そして今作りました3枚目がここに割り振られましたね。こんな風にしてウィジェットを調整することができます。これは実はウォッチ本体でもできるんですけど、多分ね、このアプリを使った方が楽なんじゃないかなと思いましてね、こちらのアプリ設定の方で含めさせていただいています。で、さらにですね、この順番を入れ替えることもできまして、こんな風にして2枚目を3枚目のところに持ってくると。こんな風にしますと、ホームのこれ左側にこの部分が来るわけですね。ですのでループしていきますので、そのあたりも考えながら順番を入れ替えるといいんじゃないかなと思います。で、さらにね、追加していくこともできますので、自分のよく使う機能をね、割り振っていくといいんじゃないかなと思います。次にご紹介しますのは、アプリを並び替えるというものになります。こちらですね。これ何なのっていうことなんですけども、ホーム画面に対しましてサイドボタンを1回押しますと、この並び方ですね。これがアプリを並び替えるという項目になっています。今、設定、ワークアウト、タイマー、アクティビティという流れになっていますね。私があらかじめカスタマイズしてあった順番の通りになっています。私は設定をよく使いますので、このサイドボタンを押して一番上に持ってきているんですけど、これを例えばワークアウトを一番上にしたいよということであれば、このように入れ替えていただいて見るところね、すでに調整されています。タイマーをじゃあ1個ね、また上に持ってきて、設定の上に今持ってきました。離します。
そうしますとね、すぐに反映されていることがわかります。こんな風にしてよく使うものを上の方に持ってきていただいて、アプリを並べ替えることによってね、本当に使いやすくなるんじゃないかなと思います。逆に言えばよく使わないものに関しては、下の方にね、隠しアイテムっていうのがありまして、例えばスマホを探す機能はいらないよってことだったら、この下の方にね、持っていって、ここにもう表示させないっていう風にすることもできます。こんな風にしていろいろカスタマイズすることができると思います。そしてちょっと前後しますが、アプリの通知っていうのがありますので、ここもご紹介したいと思います。このアプリの通知の中に全ての通知を同期とありますが、これはこのスマホに届いた通知が Redmi Watch 3 Active にも通知が来るという設定になっていますので、ちょっとね、うるさいなっていう時もあります。これをですね、このアプリから欲しいけど、このアプリはいらないっていう風に設定を変更することができますので、ご紹介いたします。その時はですね、全ての通知の同期のところのオンをこんな風にして解除していただいて、カスタム通知っていうところを見ていきます。そうしますと、インストールされているアプリですね。欲しいアプリからのみオンにすることによって、通知をね、こっちの方に送ることができますね。ですので、今、オンになっているものが通知が飛んでくるものになりますけど、通知オフになっているものは通知が飛んでこないっていうことになります。例えばですね、出前館の通知欲しいっていうことであれば、このようにオンにしていただいて完了ですね。そうするとカスタム通知のところに先ほど追加した出前館が入ってきます。いらなければここからオフにすればね、通知が来なくなるということになりますので、あんまり通知が来てうるさいということであればね、欲しいアプリからだけ通知をもらうっていう設定ができますので、バッテリーの節約にもなりますので、これはやっといた方がいいんじゃないかなと思いましてご紹介しています。そしてスリープモードっていうのがあるんですけど、これはアラーム機能と少し似ているとこがありましてご紹介いたします。ここにスリープモードっていうのは、説明書いてあるのでわかると思いますけども、就寝時刻と起動時間を設定すると就寝時にリマインダーを送信され、スリープモードになります。設定した起床時刻になるとスリープモードが自動的にオフになり、目覚ましアラームが鳴ります。スリープモードがオンの場合、DND はオン、邪魔しないでくださいという通知とかが来なくなるモードになりますけど、それがオンになりまして、さらにこの持ち上げてスリープ解除ですね、画面が点灯するものもオフになりますので、いわゆるスリープ、就寝を邪魔するような機能を一旦ね、オフにしますよという、そういった機能になります。で、これをオンにしますと、何時から何時までの間就寝になりますかということですので、例えば夜の10時から、例えば朝の6時までっていう風に設定すれば、この時刻の範囲で先ほどの機能が全てオフになるということになります。この絵を設定しておくと朝の6時にアラームが鳴りますので、いわゆるここの単独のアラームと別扱いとして明動する形になります。ですのでここにもね、今朝6時になっていますけども、これとね、被ってしまうということになりますので、もしスリープモードをオンにされているのであれば、こちらのアラームは解除しておいてもいいんじゃないかなと思います。逆に6時で1回で起きれないよってことであれば、6時10分にセットしておくとかね、そういった使い方もできるかもしれませんね。ということで、全ての項目をご紹介しているわけではありませんけども、ざっと個人的にこれはやっといた方がいいよって思ったものをね、ご紹介していますので、参考になれば幸いです。これ以外にももちろんたくさん機能はありますけどもね、目立った機能としてご紹介しています。というわけで本日は以上となります。この動画良かったよってことであれば、高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。